こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、フリーキャド 1.0 基本的操作法第22回、パートワークベンチ4回目をお送りします。最初にパートワークベンチのツールの中より、コンパウンドを作成、ブーリアン演算について説明します。コンパウンドとは、複数の形状を一つのオブジェクトにまとめる機能です。これにより複雑な形状を効率的に管理したりパフォーマンスを向上したりすることができます。よく似た言葉としてグループがあります。この2つの用語についての違いを説明します。グループは視覚的な整理に使用され、主に 3D ビュー上のオブジェクトを視覚的に整理するために使用されます。また、オブジェクトの親子関係を定義し、ツリー表示を整理するのに役立ちますが、グループ内のオブジェクトは、それぞれ個別のオブジェクトとして扱われ、形状データは変更されません。また、編集の簡略化にも活用されます。グループを選択することで、グループ内の複数のオブジェクトをまとめて移動、回転、表示や非表示などの操作が可能です。ただし、グループはオブジェクトの形状を結合したり、単一のオブジェクトとして扱ったりするものではありません。その他の機能として、グループは、フリーキャドのツリー構造内でオブジェクトを整理するためのコンテナとして機能します。それに対し、コンパウンドは形状の結合に利用されます。コンパウンドは複数の形状オブジェクトを単一の形状オブジェクトに結合します。これにより、複数のオブジェクトを一つの部品として扱うことが可能になります。コンパウンドは主にパートワークベンチで使用されます。また、トポロジーの統合機能として使用されます。コンパウンドは内部的にオブジェクトのトポロジー形状の接続情報を統合します。これにより、複雑な形状を効率的に扱うことができます。その他にコンパウンドは単一の形状オブジェクトとして扱われ、ツリー構造上でも一つのオブジェクトとして表示されます。最初にコンパウンド関連ツールについて説明します。このツールには、コンパウンドを作成、エクスプロードコンパウンド、コンパウンドフィルターツールがあります。コンパウンドを作成ツールは、ソリッドオブジェクトと面やエッジを持つその他のオブジェクトなど、トポロジカル幾何学的な形状を持つオブジェクトの複合体を作成します。メッシュはトポロジカルな形状を持たないため、処理できません。操作手順は、最初にコンパウンドに追加するオブジェクトを選択します。そして、コンパウンド作成ツールボタンをクリックします。すると、右図のようにコンパウンドが完成します。またモデルの表示は、コンパウンドオブジェクトが表示されます。次にエキスプロードカンパウンドコマンドについて説明します。このコマンドは、コンパウンドで作成された複合シェイプを分割し、含まれる各シェイプを個別のオブジェクトとして使用できるようにします。操作方法は、モデルよりコンパウンド、オブジェクトを選択します。そしてエクスプロードコンパウンドボタンをクリックします。すると、右図のようにモデルにエキスプロードカンパウンドオブジェクトが表示され、これを展開するとカンパウンド0、1、2のように分解されたコンパウンドが表示されます。コンパウンドフィルターコマンドについて説明します。このコマンドは、指定された条件に従ってコンパウンド内の形状をフィルタリングします。操作手順は、モデルよりコンパウンドオブジェクトを選択してカンパウンドフィルターツールをクリックします。すると、モデルにカンパウンドフィルターオブジェクトが追加されます。このオブジェクトを選択すると、右図のようにパネル下にフィルター項目が表示されます。コンパウンドフィルター項目について説明します。フィルタータイプがバイパスを選択すると、フィルターなしでコンパウンドに含まれるすべてのオブジェクトが表示されます。次にフィルタータイプがスペシフィックアイテムズを選択すると特定の形状番号を指定してフィルターすることができます。例えば、アイテムズに0、2と入力すると0番目と2番目のアイテムを表示することができます。次は、フィルタータイプがコリジョンパスの場合を説明します。このフィルタータイプは、選択したオブジェクトと衝突あるいは接触している場合、そのオブジェクトを表示するものです。操作方法は、フィルタータイプにコリジョンパスを選択し、ステンシル項目のオプションをクリックして、衝突するオブジェクトを選択し、OK ボタンを押します。すると選択されたオブジェクト自身と、これに衝突しているオブジェクトを表示することができます。
コンパウンドフィルターのフィルタータイプには以下のようなものがあります。バイパスはフィルターしない場合、スペシフィックアイテムズは特定の形状番号で指定をフィルター。コリジョンマイナスパスは衝突しているパスをフィルター、ウィンドウマイナスボリューム、体積でフィルター、ウィンドウマイナスエリアは面積でフィルター、ウィンドウマイナスレンクスは長さでフィルター、ウィンドウマイナスディスタンスは距離でフィルターすることができます。その他のフィルターオプションとして以下のような項目を使用することができます。インバートをトゥルーに設定すると、他の設定条件が除外されます。オーバーライドマックスバルは値ウィンドウの範囲は最大値のパーセンテージで定義されます。ステンシルは接触するオブジェクトを指定します。Windows from は上限敷値のパーセンテージで 100% は最大のピースを基準とします。Windows to は下限敷値パーセンテージを指定します。Items はフィルタータイプがスペシフィックアイテムズの場合に選択する要素のリストまたは範囲を指定します。次に、ブーリアン演算コマンドについて説明します。このコマンドボタンをクリックすると、右図のようなタスクパネルが表示されます。ブーリアン演算の種類は、結合、差集合、共通集合、セクションの4種類の演算を行うことができます。ブーリアン演算の結合について説明します。左のパネルで2つの図形を選択します。この例では、立方体を1番目の図形として、球体を2番目の図形として選択した後、結合オプションを選択し、適用ボタンをクリックします。するとモデルには、フュージョンオブジェクトが表示され、3D ビューに結合されたオブジェクトが表示されます。このコマンドは、タスクパネルより操作することも可能ですが、最初に2つのオブジェクトを選択した後、右上のアイコンをクリックすることによっても実行することができます。次はブーリアン演算の差集合について説明します。これは1番目に選択した図形より2番目に選択した図形を切り取って出力するものです。この例では1番目の図形として立方体を選択した後、2番目の図形として球体を選択し、差集合オプションを選択し、適用すると、右図のように立方体より球体形状が切り取られた図形が表示されます。またモデルにはカットオブジェクトが表示されます。こちらの演算も右上のアイコンより直接実行することができます。この場合、モデルより最初に選択した図形が切り取られる図形、2番目に選択した図形が切り取る図形となります。次にブーリアン演算の共通集合について説明します。タスクパネルで演算の種類を共通集合として、1番目の図形に立方体、2番目の図形に球体を選択すると、右図のような立方体と球体の接触部分の形状が 3D ビューに表示されます。またモデルには、門オブジェクトが表示されます。こちらのコマンドも右上のアイコンより直接実行することが可能です。最後にブーリアン演算のセクションについて説明します。このコマンドは、選択したパーツオブジェクト間の共通部分交差を抽出します。操作方法は、セクションオプションを選択し1番目の図形として立方体を2番目の図形として球体を選択した後、適用をクリックすると、2つのオブジェクトの共通部分の交差を抽出して右図のような形状を表示します。またモデルには、セクションオブジェクトが表示されます。今回は、パートワークベンチのコンパウンドを作成とブーリアン演算について説明を行っていきます。コンパウンドは、複数の形状を一つのオブジェクトにまとめる機能です。最初はコンパウンドを作成ツールを説明します。それでは、コンパウンドの元となる図形を描いていきましょう。立方体、円柱、球体のソリッドを追加していきます。この状態では、別々にソリッドを動かすことができます。例えば、この円柱を右クリックして変換して動かしてみましょう。このように、単独で円柱を動かすことができます。それでは、この3つのソリッドを1つにコンパウンドとしてまとめましょう。3つのソリッドをシフトを押しながら選択します。そしてコンパウンドを作成ツールをクリックします。すると、
このようにコンパウンドオブジェクトが作成され、立方体、円柱、球体はその中に包含されていきます。コンパウンドになった状態では、一体として移動や回転が可能となります。それでは、コンパウンドされたものを分離してみましょう。その命令がエキスポードカンパウンドとなります。コンパウンドを選択した状態で、このコマンドを実行します。するとモデルの中に、エキスプロデッドコンパウンドというオブジェクトが作成されます。これを展開するとカンパウンド0、1、2が表示されます。例えば、このコンパウンドを選択し移動すると、個別に移動することが可能です。このように、エキスプロデッドコンパウンドはコンパウンドを分解する機能があります。次は、コンパウンドフィルターについて説明していきます。このようなソリッドがあるとき、これをコンパウンドにまとめフィルターを適用してみましょう。最初に、これらのソリッドをコンパウンドにまとめます。ソリッドをすべて選択します。そして、コンパウンドを作成します。コンパウンドが作成されたら展開してみましょう。すると、このように各ソリッドが包含されていることがわかります。それでは、このコンパウンドを選択した状態でフィルターをかけてみます。すると、このようにモデルにはコンパウンドフィルターが追加されます。このフィルターを選択すると、下のプロパティにはコンパウンドフィルター項目が表示されます。このフィルター項目を入力することによって 3D ビューに表示するオブジェクトを選択することができます。最初にフィルタータイプを選択します。例えば、バイパスを選択してみましょう。すると、このようにすべてのオブジェクトが表示されます。これはフィルターを使わないという命令です。次に、フィルタータイプとしてスペシフィックアイテムズを選択します。これは特定のアイテムだけを表示するものです。アイテム項目にアイテム番号を入力します。アイテム番号はコンパウンドの中の円錐が0、球体が1、円柱が2というような形で指定します。ここでは0と入力したので、円錐が表示されます。それでは、次にアイテムを0と、1番のアイテムを選択します。0、セミコロン1のように入力します。実行すると0番目のソリッド円錐と1番目のソリッド球体が表示されます。さらに2番目を追加すると、このように円柱も追加されました。それでは、このアイテムを削除して、次のフィルタータイプを行ってみましょう。次は、コリジョンパスを選択します。これは、接触または交差する部分を抽出するものです。この状態で、ステンシルの項目の右側のオプションボタンをクリックします。すると、このような選択画面が表示されます。表示されたソリッドの中より互いに交差しているオブジェクトを選択します。例えば、トラスを選択し、OK ボタンを押します。そして、3D ビュー内をクリックし画像を更新すると、このようにトラスと接触したチューブも共に表示されます。次にステンシルを球体に変更して実行してみましょう。すると、このように円錐、球体、円柱が表示されました。その他のフィルタータイプとしてボリュームは体積、エリアは面積、レンジはエッジの長さ、ディスタンスはステンシルシェイプまでの距離などがあります。今回はボリュームを選んでみます。そして範囲は Window from と Window to 項目で設定します。この場合 5% より 100% としました。すると、このように体積が最大 100% より 5% までのソリッドが抽出されて表示されました。それでは次に、こちらのブーリアン演算について説明します。こちらの立方体と円柱について、ブーリアン演算を行います。
オブジェクトが選択されていない状態でも、このブーリアン演算ボタンは使用することができます。パラメータ設定画面が表示されたら、こちらでオブジェクトを選択していきます。演算の種類は、結合、差集合、共通集合、セクションがあります。それでは、1番目の図形に立方体、2番目の図形に円柱をチェックし結合で適用してみます。すると、フュージョンというオブジェクトが追加されます。これが2つのソリッドが結合されたオブジェクトです。この画面を閉じるとモデルにフュージョンが表示されています。このフュージョンを選択して移動してみましょう。このように結合されたオブジェクトは一体で移動できることがわかります。それでは元に戻し、他の演算も行ってみましょう。今度は2つのソリッドを選択します。この状態で、先ほどと同様、ブーリアン演算ツールを選択してパネルを開いて行うこともできますが、すでに2つのオブジェクトが選択されている場合には、他のブーリアン演算項目もアクティブになっています。例えば、こちらの結合ツールをクリックしてみます。すると、このようにフュージョンが追加されます。それでは元に戻し、他のオプションも実行してみましょう。こちらのブーリアン演算ツールをクリックします。1番目の図形に立方体を、2番目の図形に円柱を選択します。この状態で差集合をクリックし適用します。すると、このように1番目の立方体より、2番目の円柱が切り取られた形状が表示されます。これが切り取りです。元に戻し、図形を入れ替え実行してみます。今度は、1番目の図形に円柱を、2番目の図形に立方体を指定します。そして差集合を実行します。すると今度は、円柱より立方体を切り取った図形となります。元に戻し、他のオプションも実行してみましょう。円柱を選んでコントロールをしながら立方体を選択します。するとこちらのツールが有効化しますので、切り取りをクリックしてみます。するとこのように、円柱より立方体が切り取られた差集合となります。それでは、選択する順番を逆にして行ってみましょう。今度は立方体を先に選択し、次に円柱を選択します。そして、切り取りコマンドを実行します。すると、このように立方体より円柱が切り取られた画像となります。それでは次に、共通集合を行ってみましょう。最初に立方体と円柱を選択します。そして、共通集合をクリックします。すると、このように2つのソリッドの共通部分が表示されます。これが共通集合です。元に戻し、セクションについて説明します。ブーリアン演算ボタンを押してパネルを表示します。そして、1番目の図形に立方体を、2番目の図形に円柱を選択します。そして、セクションをクリックし、適用を実行します。すると共通集合の部分がワイヤーフレームとして表示されます。これがセクションです。次は壁付きオブジェクトの連結、埋め込み、切り取りについて説明していきます。元となる壁付きオブジェクトとして、この例ではチューブ図形を使用します。図形は縦横に交差する2つのチューブを用意します。最初にコネクトオブジェクトツールについて説明します。モデルより2つのチューブを選択した後、コネクトオブジェクトツールをクリックします。すると2つのチューブが連結されて、中ほどの図のような形状が表示されます。またモデルには、ネクトオブジェクトが表示されます。次に、インベッドオブジェクトツールについて説明します。最初に埋め込まれるチューブを次に埋め込むチューブを選択して、インベッドオブジェクトツールをクリックします。すると図のように、最初に選択したチューブに次に選択したチューブが埋め込まれた画像が表示されます。
またモデルには、ベッドオブジェクトが表示されます。次に Cut to For オブジェクトツールについて説明します。最初に切り取られるチューブを、次に切り取るチューブを選択し、Cut to For オブジェクトツールをクリックします。すると1番目のチューブから2番目のチューブが切り取られた形状が表示されます。またモデルには Cut to オブジェクトが表示されます。今回は、パートワークベンチの壁付きオブジェクトの連結、埋め込み、切り取りについて説明していきます。それでは、こちらのコネクトオブジェクト、インベッドオブジェクト、カットとフォーオブジェクトについて説明します。最初にチューブを使用し壁付きオブジェクトを作成します。チューブのパラメータは外見の半径を 5mm、内径の半径を 4mm、高さを 20mm に設定し、OK で決定します。次に、もう一つ、同じチューブを作ります。こちらのチューブのパラメータも外見の半径を 5mm、内径の半径を 4mm、高さを 20mm に設定し、OK で決定します。今2つのチューブは重なって見えないので、後から作成したチューブを移動して見えるようにしましょう。このチューブを平行移動して90度回転します。上から見ると、このような状態です。前面から見ると、このように2つのパイプが交差していることがわかります。それでは、2つのチューブを選択して、コネクトオブジェクトを実行してみましょう。こちらのアイコンをクリックします。すると、このように2つのチューブが連結され、1つのコネクトオブジェクトになりました。上から見ると、このようにチューブは貫通している状態となっています。後方から見ると、このような状態となっています。この例では、2つのチューブの位置が不適切であるためチューブの連結がきれいにできませんでした。それでは、元に戻して、チューブの位置を調整してみましょう。こちらのチューブを真ん中あたりに移動してみます。それでは、この2つのチューブを選択して、コネクトオブジェクトを実行してみます。すると、今度は2つのチューブがきれいに接合された状態となりました。それでは、元に戻して、インベッドオブジェクトコマンドを実行してみましょう。これが元の形状です。2つのチューブを選択して、インベッドオブジェクトツールをクリックします。このツールは、オブジェクトの埋め込みを行うものです。すると、最初のチューブに2つ目のチューブが埋め込まれた状態となります。そして、モデルにはインベッドオブジェクトが追加されます。このように視点を変えて眺めてみると、チューブが埋め込まれた状態であることがわかります。それでは、元に戻し、オブジェクトの切り取りを行ってみましょう。最初に1つ目のチューブを選択し、コントロールを押しながら、2番目のチューブも選択します。そして、カットとフォーオブジェクトを選択します。すると、このように1番目のチューブから2番目のチューブが切り取られた形となります。それでは元に戻し、選択順を反対にして行ってみましょう。今度は2番目のチューブを先に選択し、次に1番目のチューブを選択します。そして、カットとフォーオブジェクトをクリックします。すると、このように2番目のチューブから1番目のチューブが切り取られた状態となります。このように、壁付きオブジェクトの連結、埋め込み、切り取りには、コネクトオブジェクツ、インベッドオブジェクト、カットとフォーオブジェクトを使用します。次は、ブーリアンフラグメンツ断片化、
スライスアパートスライスして切断、スライストゥカンパウンドスライスしてコンパウンド化、ブーリアン XOR 排他的論理はについて説明します。ブーリアンフラグメンツは、複数の形状の境界面を断片化して取り出します。操作方法は、元の図形を選択して、ブーリアンフラグメンツボタンをクリックします。するとモデルには、プーンフラグメンツオブジェクトが表示されます。3D に表示される形状は、元の図形と変わりません。断片化された形状を表示するには、ドラフトワークベンチに変更して、モデルよりブーリアンフラグメンツオブジェクトを選択した後、ダウングレードボタンをクリックします。すると選択されたオブジェクトはソリッドオブジェクトに変換されます。またこの中より一つのソリッドを選択し、さらにダウングレードボタンを押すと今度はフェイスオブジェクトに分割されて右図のように表示することができます。次はスライスアパートツールについて説明します。最初に切断される図形と面を選択します。そしてスライスアパートツールをクリックします。するとスライスして切断された図形が完成します。またモデルにはエキスポーデッドスライスオブジェクトが作成されます。これを展開すると2つのスライスオブジェクトが表示されます。スライスアパートツールで切断されたオブジェクトは、この図のように変換機能を使用して移動することが可能です。次にスライストゥカンパウンドツールについて説明します。この機能は、形状を指定した面で切断してコンパウンドを作成するものです。操作方法はスライス図形と面を選択します。そしてスライストゥカンパウンドツールをクリックします。するとモデルにスライスオブジェクトが追加されてコンパウンド化が完成します。コンパウンド化されたスライスオブジェクトはドラフトワークベンチに変更し、ダウングレードボタンをクリックすることによって右図のように2つのソリッドに分割することが可能です。最後にブーリアン XOR ツールについて説明します。これは複数の形状の共通部分を取り除くものです。操作方法は対象となる図形をサズのように選択します。そしてブーリアン XOR ツールをクリックします。するとモデルに XOR オブジェクトが追加され、2つの図形の共通部分が切り取られた形状が表示されます。今回はフラグメント、スライスして切断、スライスしてコンパウンド化、排他的論理はについて説明していきます。これらのツールは、こちらのプルダウンメニューで表示することができます。最初にブーリアンフラグメンツについて紹介します。フラグメント、断片化の対象となるのは、こちらの球体と立方体です。このコマンドを実行する前に、2つの図形を選択します。そして、ブーリアンフラグメンツコマンドを実行します。するとビューには変化がありませんが、モデルにフラグメントが追加されています。これを展開すると、立方体と球体があるのがわかります。この状態では、断片化を確認することができませんので、ドラフト、ワークベンチでダウングレードして確認してみたいと思います。モデルより、ブーリアンフラグメンツを選択します。そして、ダウングレードボタンを押します。すると、このように3つのソリッドに分解されました。各ソリッドを選択すると、このように分離されていることがわかります。断片化されたソリッドは、さらにダウングレードすると面に分解することができます。このようにフェイス、面に分解することができました。次はスライスアパート、スライスして切断する機能について説明します。この円柱を、こちらの面で切断します。パートワークベンチに切り替えておきましょう。2つのオブジェクトを選択します。そして、こちらよりスライスアパートツールをクリックします。すると、
このように面に沿って円柱が切断されているのを確認することができます。モデルには、エキスプロデッドスライスが追加され、展開すると2つのスライスを確認することができます。こちらのスライスを選択して移動してみましょう。このように、分離されたスライスは移動することができます。これがスライスアパートツールです。次はスライスしてコンパウンド化する命令について紹介します。こちらの立方体と面を使用してスライスしコンパウンド化を行います。最初に2つのオブジェクトを選択します。そして、スライストゥコンパウンドをクリックします。すると、このようにスライス面が作成されます。そして、スライスオブジェクトがモデルに追加されます。このようにコンパウンド化されたスライスオブジェクトは、ドラフト、ワークベンチでダウングレードしなければ、分離して移動などができません。それではドラフトワークベンチに切り替え、ダウングレードしてみましょう。こちらのスライスオブジェクトを選択した状態でダウングレードします。すると、モデルには、2つのソリッドに分解されたことがわかります。それでは、こちらのソリッドを移動してみましょう。このように、スライストゥコンパウンドは、分離した後ダウングレードしなければ移動などができません。それではパートワークベンチに戻り、ブーリアン XOR、排他的論理和について説明します。このように、図形が重なっている場合、共通部分を取り除いた部分を抽出するのが排他的論理和になります。コマンドを実行する前に、立方体と円柱を選択します。そして、ブーリアン XOR をクリックします。すると、このように、立方体と円柱の共通する部分が取り除かれた図形となります。これがブーリアン XOR コマンドです。